おお、すごい。なんかびっくりするぐらい簡単に剥がれますね。でこれ結構その力がいらないんで、いや自分でも今なんで倒れたんだろうと思ってた。へえ。こんにちは、空手家峠です。今回も先週に引き続き北京オリンピック柔道金メダリストで SBC& ヒートのヘビー級王者石井選手に登場していただいています。今回もよろしくお願いします。前回は僕の方から打撃の技術に関していくつか提供させていただいたのですが、今回は石井選手が柔道をベースに総合に生かしている技術などを教わっていければと思います。今回はちょっと僕がですね、総合の技術を初めて学ばせていただくことでちょっとドキドキしてるんですが、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。それでは早速習っていきたいと思います。ただ僕がすごく気になってたのが、柔道って道着を使って相手を投げたりするものなのに、総合に関しては道着がないので、それに対応するためにいろいろされてたと思うんで、そこの辺をちょっと聞かせていただきたいなと思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。やっぱり柔道家にとって組手っていうのは、組手で大体7割決まるって言われてて、技はその後なんですよね。やっぱ組まないと技かけれないじゃないですか。なんでやっぱり普通に組んでても、僕たち柔道家は柔道着組むでもすごい硬く組むことができるっていうので、それぐらい硬く組める練習をしてた中で、道着がなくなった時にどういうふうに組んだらいいかなっていうので、やっぱりレスリングの練習とかをやっていく中で、上の人とか強い選手とやるときはやっぱりアンダーフック、どっちかの手を相手の脇に刺さないといけない。これを格闘家とかで首を抱えちゃう人、これ絶対良くない。後ろ取られちゃうし、左上なんで、こういうふうにいくと、ここで投げたとしても後ろ取られちゃうんですね。で寝技の上手い人だって後ろ取られちゃうんで、絶対アンダーフックを取る。レスラー上がりの人はここ4つで組んじゃう人いるんですけど、僕逆に組まないんですよ。組むとスペースがないんで、スペースがある分いろんな技術というか相手を崩すことができると思ってるので、ここ1本手をかけてリストコントロールかここに手を置いとくぐらいっていうのが僕の総合での組手なんですよね。柔道とかって、さっき握られただけでもこれギュッてやられたらもう動かないですよね。これこうされたら多分何もできないからなんか掴み方があるんですよ、着物の。それぐらい日本の柔道ってその着物をどうやって使うかっていうのを考えてずっとやってきたんで、正直僕も一応高校の時柔道4年ほどやってたんですけど、さっき掴まれたこれこんな経験したことないと思ってちょっとびっくりしたんで、そりゃこんな力で掴まれたら無理だよねっていう最初崩しなんですけど、やっぱり道着がない分大切にしないといけないのは、タイミングで勝ってやらないとやっぱなかなか投げるのは難しい、柔道で。なんでよく柔道家から総合に行った選手、結構タックルに偏ってしまったりとか、柔道技があんまり使えなくなった選手がいるんで、だからそういう時に僕が意識しているのは、相手の親指が向いてる方向に相手の足を勝ってやるっていうことをすると、滑るように刈ることができるんです。でディフェンスの時は逆に親指を外してやることによって、例えば親指ちょっと外向けてもらってください。こういう膝が外向いてる間に押すのがかからないですよ。本当だ。だから親指に対してやっぱり平行にこういう状態にならないとやばい疲れないんですよ。確かに今親指の方向に合わされた瞬間、なんかやばいって分かりますね。だから親指に合わせるように刈っていく、折っていくっていうことをしていかないといけない。面白いですね。これやられてなるほどと思ったんですけど、こんなの考えもしたことないので面白い。大違い特に分かりやすいんですけど、大体片手アンダーフックを取って、ここは相手の手を使えないコントロールするんですけど、ここでしたら相手の親指が向いてる方向にすごい。なんかびっくりするぐらい簡単に剥がれますね。でこれ結構力がいらないんで、スッとなんかびっくり。いや自分でも今なんで倒れたんだろうと思ってた。親指が向いてる方向に
ってやる、しかも今あれっすね、なんか柔道とかだとやっぱ道着で崩してこうバッて押してるから崩れるっていう意味であったんですけど、今そんなこと押されてないのに、なんかやっぱ引き出して相手が出てくるところにからないと、やっぱ道着がない分こう押し込んで投げるっていうのがやっぱできない、やりづらいと思う。なんで今でどうされたんですか？全然やられてなんで倒れたのか分からない。分かりやすいのは、ここに三角形があって、ここの三角形のこの頂点、ここにまた1本目の足を置けると、でここで2本目近づけて、相手の鎖骨のあたりに自分のおでこが来るぐらい低くいかないといけない。でもこうしちゃうと胸がないので枯れないです。なんで膝をそれぐらい深く曲げて、こういう感じでこれぐらい低くしてやって、で相手の親指がこっちに向ける、ここで本当だ、すごい、めちゃめちゃ簡単に動かされる。これは多分体験しないと分からない気がするんですけど、なんか別にこうドーンと押されてるわけでもないし、何をされてるわけでもないのに、足ふわって引っ掛けられた瞬間、なんかスポーンって倒れてる感じで、なんかふわって感じです。全然この体育を生かしてドーンっていう技じゃなくて、なんかこれだったら全然力がない人がやっても倒れるんじゃないかとして、僕もともと身長低くて体も小さかったんで、そういうふうにそのタイミングでかける技っていうのをずっとやってたんで、それがそこに生きてきてるから。いや僕すいません、ちょっと勝手に勘違いしてたんですけど、もうこの体格なんでこうかけられた時って力強さとかドカンってくるものがあるのかと思ってちょっとドキドキしてたら、まさかのめちゃくちゃ繊細にこかされてるというか、なんか驚きです。ありがとうございます。親指の向きってすごい大切なんですね。そうです。親指の向きで軽い。これ柔道になるんですけど、柔道の場合だと組み手から相手がケンケンされてもどういうふうにして相手を追っていくかというと、自分の親指をこっちの親指を相手の立ってる方の足に近づけていくんですよ。これでこうどんどん近づけていくっていうか、相手の親指の位置を。結構じゃあ親指ってめちゃくちゃ大切なんですね。そうですね。方向どこを向いてるか。こう組んで。この場合はやっぱこっちの足にやっぱり体重も伝えるんで、こっち上がっちゃうとやっぱこう勝手に抜けちゃう。でここでしっかりこれが崩しで、こっちもこうぶら下がるように小指を上に向けるようにしてこうします。でここでしっかりこう広く入ってでも倒される感覚は一緒だ。足の使い方なんです。で総合はここで大体ここでプレッシャー、ここでそんなことされてたんだ。ここにこういうかけることによって相手の肩がこっちに体重が乗るんで、こっちはあまり意識もします。ちょっと上げられないと押さえておいてください。でここでしっかりこうして、全然さっきここかけられてること気づかなかったです。もうほんと少し若干こっちに体重乗る。ありがとうございます。いや面白いな。親指の向きとか親指を軸足で追っていくっていう、そういう感覚も発想も知らなくて、僕のやってた柔道の4年って何だったんだろう。こんなこと知ってたら僕もうちょっと柔道で勝てたかもしれない。ありがとうございます。次、柔道の大外刈りを総合で使う技術をちょっと教えていただきたいと思います。お願いします。柔道だと、僕の大外刈りは、僕よくこう脇刺すんですけど、脇、ここ結構よくて、ここ刺すと相手の奥襟防止になる。そうしていけないですもん。で、ちょっと開くだけで胸が簡単に合う。すごっ。こっちもうついていらないんですけど、本当だ。あってそのまま。大外って片手でいけるんですか？これ相四つなんですけど、相四つの場合はもう僕左だとこっちが釣り手になるから、こうなるとなかなか難しくて入るのがこっちが邪魔になる。なんで大体引き手の取り合いになるので、そうすると大体脇を刺す、脇を刺してこういう感じで、こうすると持てないんで、大体ここら辺
持たれるので、そうすると開いて胸を合わせる、胸を合わせて相手の足と平行にすることによってこう相手の親指の方に変わることができるんですけど、人間の足ってこんなこう立ってる人ってあんまりいないですね。こうちょっと外側に見える、なんで若干ちょっと内側に向けるぐらいがちょうどいいっていう感じですね。そうしないと普通にこのまっすぐ入ろう、まっすぐ平行に入ろうとするともう平行じゃないです。そうですね。なんでちょっとこう内側に出てでここでいう感じです。はい。ありがとうございます。じゃあこれをじゃあ総合に転用してもらって。総合の場合は大体こう四つに組むこういう状態ですね。この時多いんですけど、ここでちょっと分かりやすく説明しますと、この時に小指を上に上げてやるんですよ。こうするんですね。こういくとやっぱり力こっちでディフェンスしてるやつにはこうなかなかいかないんですよ。でも小指を上げることによって相手の動きがパッと上がるんで、そこでこれがもう崩しなんですよ。ここに体重乗ってるんで、ここで狩るんですけど、慣れてくると相手がこう膝打ってきた時に戻し際にパーンって勝ったりとか、でここでバーンって勝ったりとか、こっちの膝来た時についた時にバーンって勝ったりとかいろいろするんですけど、基本はここでこういう状態作ったら小指を上げると、小指を上げて、僕がよくやるのは相手がこう出てきた時に、この動作の時に相手が出てきた時に足を刈ってやることによって力がなく変わるんですよ。そうですね。さっきもそうでしたけど、どうしてもこの体格のイメージからパワフルな技を想像してるんですけど、投げられる時めちゃくちゃ繊細というかソフトな感じで、本当なんかスポーンっていっちゃってます。あんまり見栄えは良くないというか、やっぱりこう柔道の豪快に投げるっていう感じじゃないんですけど、僕の技は結構小さい人が大きい人を投げるように考えられてるんで、相手が出てきた時、相手がこっちの足を出す時に総合でも10パッとでパッてじゃあ我慢ができないから、このすごく投げられることないですけど、スコーンってこうそうですね、滑り落ちるように本当なんかそんな感じです。もうなんかこれ伝わるかな、この体感しないとわからない気がするけど、僕もなんか全然想像してた体感するあれが違って、もう本当スコーンパターンあれっていう、これはやっぱすごいですね。でちなみに小指とか指大切なんですね。こうやってやられる時って反射的にこうグッて脇締めれるのに、なんかこうやってやられるとあれって上がってるんで、これなんでだろうってあんまりこう考えながら崩そうとすると、タイミングがずれちゃうんで、じゃあもう小指をこう回すだけっていうふうに覚えておけば、もうそれ体に染み込むのはもう考えずにこっち状態はできるので、あとは足だけ集中してっていう感じです。ちなみに例えば柔道だったら普通に掴んでこうやってやってたやつを、こうするとできるようになるんだって、なんかきっかけがあったんですか？やっぱりそれはレスリングの練習とかして、やっぱレスリングって柔道と違ってこういう肘とか肩とかこういうところに引っ掛けたりとかするのをこう勉強して、それをミックスしている感じですかね。じゃああれですね、レスリングの技術をこう引っ張ってくる中で、これを柔道に使ったらみたいな感じでミックスされる。そうですね、柔道がベースなんで、そっちにどう使えるかっていう感じで、よくそのレスリングを学んで、そのレスリングの方に行っちゃう人もいるんですけど、そうじゃなくてその柔道にどれ使えるかなとか、そんな感じですね。これは面白かったです。ちなみにでも両方とも小指重要でしたね。こっちでかけるのも、こっちでかけるのも、やっぱ小指が一番大事。なんか足は親指、手は小指みたいな。そうです。なんかへーって組は小指が一番大切なんですよ。こう柔道でも何でもこの小指がこう引っかかるときはちゃんとコントロールできるって言われてるぐらい大事で、小指をしっかりこう引っ掛けるというのを意識してやってますね。ありがとうございます。いや、この小指と足の親指っていうこの大切さがすごいよくわかりました。それだけ分かればあんな簡単に人って転ぶんだっていういや本当びっくりするぐらいストーンですよね。
ありがとうございました。僕のチャンネル立ち技系の人が多いと思うんですけど、もし総合に転向しようっていう方とかには、めちゃくちゃ参考になると思いますし、護身術とかやってる道場だったら小指と足の親指の向きでこんなに違うんで、ちょっと道場で試してみてください。ありがとうございました。おっしゃ、ありがとうございました。今回僕が習った石井選手の技に関しては、実は販売動画でもっとたくさんレベルが高い、しかも広いジャンルで行われているものがあるので、ちょっとその辺詳しくよかったら紹介してください。ありがとうございます。柔道ファナティックスから僕の柔道のテクニックの動画がありまして、農技のテクニックと柔道選手に向けたテクニック、あと、柔術選手に向けたテクニックもあるので、ぜひ見てください。よろしくお願いします。動画の概要欄等に貼っておきますので、石井選手の技術が気になる方、さっき僕が食らったふわっと特に力を入れられてないのに倒れちゃう技とか絶対参考になると思いますので、もしよかったらそちらの方見てみてください。今日も最後まで YouTube を見ていただきありがとうございます。これからも 100% 強くなるために役立つ動画を毎週金曜投稿していきますので、もし動画の内容が良かったらいいねボタンとチャンネル登録して、極真空手世界王者高傑の YouTube 道場で一緒に強くなりましょう。おっす、ありがとうございました。